で距離を維持するだけでこんな勉強になると思う。ありがとうございます。じゃあ、あれですかね、もう行きますか。はい、わかりました。すぐじゃあ、写真のサインの、はい、なります。どうします？逆に、僕がやつで撮らせてもらって、素材をお送りするか、交互に撮るか、どっちの方がいいですか？どっちもいいですよ。そしたら、こっちのやつで撮って、素材共有します。素材共有。じゃあ、それで。じゃあ、グループラインで。じゃあこれ一回させて止めちゃいますよ。はい。そしたら多分広いからで撮れます。では早速解説したいと思いますが、ここ最初タイマーのブザーが鳴らず、いきなりあれ始まっちゃったっていう感じで、久保選手がごめんなさいこれタイマー今鳴らないんでみたいな感じで改めてスパーク再開です。今回久保選手とは2回目のコラボスパーだったので、久保選手には言わず自分の中で勝手に課題を作って挑んでいます。2年半前のコラボスパーと比べていただけるとわかると思いますが、通常対サウスポーでは外ポジションを取るために左回りで戦うのがセオリーで、右に曲がるのが外ポジションを取るための駆け引きに利用する感じなのですが、今回はあえてキックなどでカウンターファイターの人が意図的に取ったりする内ポジションで、世界トップクラスのサウスポーの内ポジションを経験してしっかりその景色を脳裏に焼き付けたいという、希望もあって、今回はその課題を持ってスパーに挑んでいます。その課題を持ってスパーに挑んでいると思って見てもらえると、あ、本当だってなるところが多々あると思います。こういう反応もさすがですね。あとここちょっと驚きました。ここ僕は普段素手なのでミドルに対して下段払いなんですが、久保選手にミドルを蹴ろうとしたら完全にキャッチの体勢だったので蹴るのをやめました。これ蹴ってキャッチされると引き込んでのカウンターとかがあるので怖いです。今回一番驚いたのがこれ。下段の流しを人生で初めて使われました。久保選手オリジナルの形ですが蹴り応えがなく、普段僕と対戦している人はこんな感覚なんだなって初めて体験できました。この辺りでやっぱり内ポジションは難しいなと思ってサウスポーにスタイルを変えてみたりしたものの、やっぱり打開策が見つからず、思わず癖で外を取りに行ってしまっていて、いかん今日は内側を取る練習をしに来たんだって元に戻しています。ちなみに今視覚でしたが三日月がヒッターしたので久保選手ちょっとニヤニヤしてましたね。さすがテコンドーがバックグラウンドにあるんで蹴りも綺麗ですね。空手でもよくある回し蹴りのフェイントからの後ろ回し蹴りなんですが、蹴る直前にしっかり相手を視界に捉えてから顔の位置を的確に蹴りに行っています。しかも最後に軸足をずらして、距離を伸ばしていってますね。ここも同様に流されました。ここで僕も流しを使っています。前足の膝を内側に向けて曲げることで蹴る足をなくします。特に膝上あたりを蹴ってくるローには有効な技になります。道着を着ているので実際の足の位置が分かりにくいですが、蹴られた瞬間を見ると道着で落差が出ているのは分かりやすいですね。縦切りに対する反応もやっぱさすがでしたね。そしてここ勉強になりました。まずはここキックの選手の多くは縦蹴りに慣れていないのでブロッキングしようとしてしまい当たるのですが、間合いで外されました。そしてこのスパーの一番の学びがこのストレートの後のフォローですね。久保選手がストレートを外して体勢不十分になる瞬間には僕の前腕を押さえて、こちらが戻りを使った攻撃ができないようにして安全を確保した上で体勢を戻していきます。久保選手が打たれない理由の一つが分かった気がしました。今から2ラウンド目ですが、久保選手の内ポジションのリアルな怖さを体験したくてラウンド間にパンチをもっと当てに来てくださいって無謀なリクエストをしちゃいました。明らかに雰囲気と圧がちょっと変わりましたね。ここ空手の技成功しました。パンチの圧力で間合いが近くなったのでローでブロッキングを誘っての内回し蹴りに行きました。これはキックの選手では使う選手がほぼいないので奇襲技になりました。直後の圧力がすごくて一度外ポジションで避難してから再度内ポジションに挑戦していきます。
この辺りから頑張って内ポジションから久保選手のガードの内側を通すパンチを狙い始めますが、ことごとく止められてしまっています。この前蹴りも完璧ですよね。この辺りは内側のパンチを当てるならどうすればいいんだろうって状態で圧をかけられて、とりあえずパンチで前足に重心が乗った時にインローを崩して時間稼ぎしてる感じです。ここキャッチして足を引き込んでからの左ストレート怖いっすね。そしてこの辺りでそういえばスパー後に技術を教えてくださいって言われてたことを思い出して、自分の技も出しておかなきゃと思ってここで仕掛けます。一度意識と目線を使って上段行きますよを伝えて久保選手の反応を見ます。しっかり反応してもらえたので上に行く意識で以前 YouTube で公開した受けられない三日月蹴りの応用で蹴りに行きました。ここ結構綺麗に入ったことでこの後久保選手のギアが一気に上がります。ここ見たこともないフェイントからの攻撃が来ます。そしてここもフェイント引っかかっちゃいました。これ1つ目の足上げは2つ目の前蹴りのための布石かと思ったら、ここでよくわからない3つ目の足上げ、この時足を下ろす動作を使ったパンチだと思ったらそれをフェイントにした中段膝蹴りでした。空手では見たこともないフェイントの連発で完全に面食らっちゃいましたね。そしてオーバーモーションのフックのフェイントからのボディ、三日月への仕返しされちゃいました。そしてここで同じ足上げのフェイント、さすがに乗らず見送りました。今度は上を細かく出してからのつなぎですね。フルコンタクト空手家の教え子が多いだけあって体験が不十分な部分をよく知ってますね。ここ完全に狙われてましたね。久保選手の蹴り終わりに挑戦したかった真ん中を通すワンツーに行こうとしたら完全にカウンターの準備をされていて、やばってなってなんとか打たずにこらえて引くことができましたが、改めて見るともらったらやばそうなパンチでした。久保選手の内ポジションのやばさは体験できるものの、その中での打開策が全く見えてこず、緊張感を体験するだけの時間帯になっちゃってますね。こういうところもさりげなくうまいっすよね。久保選手の前蹴りを癖で外ポジションになるように外したら、即座に前腕を伸ばして僕の前手の攻撃ラインを潰し、その直後に前手で僕のグローブを引っ掛けて引き込んでの左ストレート、外れたグローブを引っ掛けた手でパンチ、外れたと同時に裏剣で崩しに来て、そのまま畳み込むように連打をされました。ここは狙いましたがブロックされちゃいました。パンチをフェイントにして縦蹴りのつもりで入ったんですが、気づかれてストレートをやめてその腕で上げる直前の足を止められちゃいました。スローで見ると完全にストレートを打ちに来てるのに途中でブロックに変えてるのがよくわかります。やっぱすごいですね。ここも切り替えに驚きです。久保選手の蹴りの踏み込みに崩しを合わせに行ったんですが、完全に崩れたはずの状況なのにまさかのパンチで追撃させないのはさすがとしか言いようがないです。ここでようやく一矢報いました。久保選手が先ほども使用した前手のグローブを掴んで引き込んでの左ストレートに対して真ん中を通す右ストレートを合わせることができました。ここ思いっきりすっ転んじゃいました。久保選手が左ストレートのフォームになったのでミドルのカウンターを取ろうと思ったら、これも途中でキャッチに変化され、僕のイメージでは後ろに体を倒してカウンターのはずが後ろに体重をかけて足をキャッチされるという最悪な状況になってしまいました。
キックルールではもうやっぱり歯が立つ僕も言ってなかったんですけども、久保選手のチャンネルの方では、同じように、スパーリング動画だったりとか、あと少し対談とかさせていただいて、でまたちょっと、僕の膝切りとかをお伝えさせていただいたので、よかったら久保選手のチャンネルの方にも飛んで、そちらの動画も、視聴してみてください。ありがとうございました。いや、2ヶ月切りとか、いや、なんでこれ、全然もう普通の体の2ヶ月切りと全然違いますっていうか、もうその分かってるんですけど、あ、また来たって言って2ラウンド連続でもらっちゃう、分かっててもらう2ヶ月切りって、いや、すごいですね、びっくりしました。本当にありがとうございました。貴重な経験を、膝切りも教えていただきありがとうございます。これはもう分かっててももうもらっちゃいますね。全く見えないですね。成立しちゃえば、いや、すごい勉強になりました。ありがとうございました。参加してください。ありがとうございます。今日も最後まで YouTube をいただきありがとうございます。僕のチャンネルは、毎週金曜日18時にですね、見れば 100% 強くなる動画を、公開していますので、チャンネルの、内容がいいと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録してカラビコボイスと一緒に強くなりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。で、ここら辺抜いていくわけです。肩抜いて、肘抜いて、手首抜いて。あの弟子はやらせですよ。食べましょう。力抜いて組み手の中で僕が結構大切にしているのが主導権を、どっちが取ってるかっていうのを常に意識しておくってことなんですが、主導権を奪うって言われても何が主導権なのっていうのが結構あったりするので、一番ダメな状態はちょっと前で来て攻撃をしようと前で出たんですが、相手がこう前に出た時に、間合いを嫌ってちょっと前に